アニメバスタード暗黒の破壊神、アニメ第2期配信開始記念特番。よいしょイエイはい、皆さんこんにちは。今回も特番の MC を務めさせていただきますガラ役の安本博樹と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくいやー、いつの間にやら前回の特番からおよそ7ヶ月も経っていると。そんなに皆様お変わりなくお元気にお過ごしていらっしゃいますか？元気です。なんかみんな元気みたいでよかったです。大活躍があれば何とかできる。すごいな。自信満々だね。自分で今日は大変そうだぞ。アニメバスタード暗黒の破壊神の第2期が配信されたことを記念して特番をお送りすることになりました。はい、これも皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。早速一緒に番組を盛り上げてくださる素敵なキャストの皆様をご紹介いたしましょう。こちらの方々です。まず谷山さん。はい、ダークシナイダー役の谷山紀章です。よろしくお願いします。お願いします。元気。健一君。はい、カルス役の小野健翔です。よろしくお願いします。お前遅刻してくんだよね。楽にいいんだよ。ああ、もうテンション下がっちゃった。上げていきますよ。上げていきますよ。お願いしますね。温度が絶対0度になっちゃった。はい、じゃあ次はたくまさん。はい、吉羽ベラヒア役の寺島拓磨です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、そして福山さん。はい、マカパイン島西トラウシ役の福山潤です。よろしくお願いします。そして本日はね、我々だと至らない点もあるかもしれないということで、作品についての解説役として鶴岡プロデューサーにも天の声で参加していただきます。鶴岡さんお願いします。はい、プロデューサーしておりますワーナーの鶴岡です。今日よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあいろいろこの特番も回を重ねておりますが、僕と谷山さんはずっと出させてもらってるんですけど、今回は寺島拓磨さん、そして福山潤さんお二方がバスターの特番初登場ということでございますが、意気込みを教えてください。めちゃくちゃ意気込んでる。いやもうそれはもう任しといてください。寺島が一発かましますから。やめろ。人にパスするなすぐに。まあでもこのメンツ見てろくなことにならねえだろうなって。なんかないよ。真面目にやらせていただいて。現状ろくなことにはなってない。頑張れ。安本さん頑張れ。まあね、福山さんの意気込みも今と同じということで。そういうことですね。僕が多分普通に見えてればろくな状態じゃないんですよ。まあ今のところ普通ですね。大変なことになってまいりました。はい。それで頑張ってやっていきたいと思いますが、世間的には夏休みシーズン、これは面白いですね。いろいろな冒険をしたくなる夏です。皆さん今年の夏にやりたいことは何かありますか？そこから入るの。なんか意外と普通のドフリートーク。ドフリートーク。そうか、もう夏近いのか。谷山さん夏なんかしたいことあります？夏のイメージ。夏。どっちかって言ったら夏のイメージね。あるある。フェスのイメフェスのイメージ。フェスのイメージある。いや。夏はさ、でもなんか毎年暑い暑いっつってさ、なんか嫌がったりするけど、もう受け入れてですね、いっそこの異常気象を。いや違う、含みはないよそこに。異常気象ってワードになんか別に含んでないから。気象？違うよ。本当違うから。ココ？おい！腰折られた。やめとけよかった。長年やってるから。やめとけよかった。食いついた。まんまと食いついた。だからでもそれを楽しみたいなってあるよね。なるほど。暑い暑いって言ってないで。だからなんかもう海とか行っちゃおうかなと思ってます。なるほど。もうこの際この際行っちゃおうかなと思って。健翔さん、夏といえば何ですか？夏といえばですか？夏といえばお前そんな君一人に割くつもりはないんだから。ダメだよ、たっぷり時間使っちゃう。木村昴君とプールに行く約束をした。もう面白い。もう知ってんだ本当に。また夏似合う男だな。海じゃなくてプール。プールにプール行こうよっていう約束してるぐらいですね。今のところ。プール行こうよ。なかなか最近聞かないね。プール行って家でタコパしようっていう約束を大学生？を夏にしようというたこ焼きは最高だからしてますね。夏楽しみです。楽しそうじゃん。意外にやりづらい3番手やりづらい。寺島拓磨さんどうします？夏は。海プールでしょ。俺は家族で川行ってやるよじゃあ。ああいいね、可愛いな。川行く。川最高。川最高。気をつけて、川底意外に足割れ綺麗です。よく言うからみんなも気をつけるんだぞ。ぐるぐる滑るからね、川の石は。海、プール、川です。福山さん。まあまあ夏ですからね、やっぱ大事なことをやっぱ経験しなきゃいけないということで塩分をちゃんと取ります。熱中症対策という。そういうことですね。大事ですね。そういうこと気をつけないと。おっしゃる通り、健康大事だから。はい。とてもふわっとしてたんでね、多分どれもね実現しないような気もしますけど。安本さんはどうですか？安本さん。安本さんの夏は日焼け止めを塗って隅っこに。絶対焼けたくない。焼けたくない。なんで？痛い。
焼けてそうな風貌してる。色白は焼けたら痛い。色黒でも似合うのに。いや、黒くなれないの。黒くなるセンスがない。赤くなって終わりなんですそうよね。赤く腫れ上がって終わり。僕赤くならずに黒くなる。あ、いいじゃん。いいな。夏感あっていいな。夏感出したいんで。憧れる。夏感出していこうよ。みんなで出していこう。日焼け東京どうなるかと思ったら。何も予定がないという方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。この特番を見てバースタードの世界に浸る、そんな夏の思い出を作ってみてはいかがでしょうか。今日はこのメンバーでお送りしてまいります。すでに2期が配信されているタイミングなのでネタバレありでお届けしますので、願わくばこちらを見るときはですね、2期の方を見てから見ていただけると嬉しいなと思います。さあ、一緒に楽しい時間を過ごしていきましょう。最後までよろしくお願いいたします。はい、お願いします。 7月31日よりアニメ第2期が配信になりました。第2期の情報をお伝えする前にみんなで第1期をおさらいしてまいりましょう。1期をまとめた VTR をご用意いたしますので、こちらをご覧ください。封印や退け懐かしいですね。顔の位置。第一声。かわいいだな。かっこいい。赤い神アンスラサクスをして実現される我らのなんでここ究極真似したのの理想社会。魔力によって統治された戦争も差別も貧困もない完全なる王国だいぶ前ですね。ソーシャルキングダムのためにカルイコールス。ご覧なさいカルス。第一段階でのアンスラサクスの復活は今や極大に達しています。一期のカルはもうね、本当アビゲイルとアンスラサックスとばっかり一緒にいましたもんね。仲良しだ。一番言ったかもしれないです。右で。おお、すげえ。四天王たちがね、一人一人。ね、そうですよ。はい。男で。ここのね、ガラの解説がね、またね、改善役。もうずーっとあいつも名解説者だもんね。すげえ詳しいんですよ。ジャンプに一つずつテリーマンテリーマンピーマン枠ね。このポジション必要なんです。だから今 MC やってる。スポーツ系アニメにも顕著だよね、その辺はね。全部あれ順番回ってくるから。そうそう。負けたら負けたら負けたら。そうだからそういった意味でもこの作品が元祖だったのかもしれないな。負けたら解説は。負けて生きてるやつは解説。第三の資格。カモサカ様で。そうこれね。サカサアビゲイル。ねサカサアビゲイルよかったな。オメガビゲルがこれよかったな。このコーラに変わる。あるな。すごい。すげえ。演劇の本数を。青い稲妻。僕を責めるのかな。本当？ゲチュミッシュ。 2番。セクシーシーン。これがやっぱりね。夏ですね。あれ？やっぱ夏は大事だよね。見せられなかった。あー見せられない。優しくどんなつあかんこれあかん。一番見せられる。うわ青。小学生の時は分からなかったな。あ、そうか。当時小学生。なんで大きくなっちゃうんだろうっていう。熱いよ。帰ってきた。熱いよ。なんか真ん中が熱いよ。どんどん具体的になってきてるから。位置まで言わなくていい。小学生の時。はい、というわけでね、なるほど今我々も話してありましたが、我々の若かりし頃にですね、いろんな部分を厚くしたシーンもね、いっぱいありましたけどね。胸の話ですよ。心ですね。さあ、というわけでございますが、岸尾さん、改めて一気今ちょっと振り返ってみましたが、どうですか。いや、良かったです。本コメにも程がある。懐かしいっていうのは。オフの時あんなに饒舌だった。いや。本当ね、やっぱり感じますね、いろいろ。いろいろ感じた。いや、言葉にできないですよ。感じるし感じるよね。いろんな感じが。慶城君は、バスタードをがっつり読む世代ではないよね。ではないですね。だからなんでこのアニメ僕はで知ったそうですね、アニメとこれに参加するっていうタイミングで読ませていただいたんですけど。その時触れた時どう思った？でもやっぱり攻めてるなっていう印象がやっぱり一番強かったですよね。こんなにその表現として、その言葉も激しいですし、その言葉の表現としてもっていうのはやっぱり感じましたね。それがやっぱアニメでどういうふうに表現されていくのかっていうのがやっぱ
一番気になってる、その始まる前までは気になってるポイントでもあったし、あとやっぱり、カルス的にはやっぱり、なかなか参加できなかったんで、そうね、メインの物語。アビゲイルさんがずっとやってたからね。ずっとやってたんで、こんなことあったんだねっていう思いの方がやっぱ強いかもしれないですね。はい。さあ、そして2期から参加してくださっている、寺島さん、福山さんでございますが、福山さんは世代でしょ。もろもろ世代ですよ。もうどんだけ長い呪文を詠唱できるかっていうのを小学校でやってましたね。やってた口です。みんなで覚えてましたもんね。ハロウィンとか覚えてましたよね。ハロウィンはなんでか覚えてますね。これは漫画は当然福山さんも触れてらっしゃったし、アニメっていうのももともと前もあったりもしたけども、今回改めてアニメ化ということですけども、実際にご覧になった時どう思われる？いやだから今の技術だったら魔法のエフェクトもそうだし、ゴーレムもそうだし、もう本当にそのアンスラーサックスもそうだし、その原作の細かい描写っていうのがいわゆるセル画の時代だったらとてもハードルが高かったのが、今の技術だったらじゃあこういうふうに綺麗な、しかも見やすい形で、かつも音響も含めて全部効果も含めてで本当そのままアニメーションにできるんだっていうのが、そこの間に約30年あったのかっていういろんな思いが、作品のこの成熟もそうだし、例えば今の日本のアニメのとかそういった漫画作品の中でもファンタジーであったり、いろんなもの、ゲームの要素もいろんなものを込みのこのいろんな日本で描くこういったものの作品の原点の一つでもあるから、とてもなんかこう一ファンとしても嬉しいですし、そしてやっぱり変わらない面白さっていうのはやっぱあるんだなっていう。いいですね、素敵なお話でございますが、で、タクマも世代ではないけど、タクマはオタクだからきっと知ってると思う。知ってる、僕がオタクの一応教科書部分もあるけど、僕が見てた時はもうちょいこのアニメになった後の話で、もっとエッチだったから、もう小学生として真ん中辺が熱くなったんだけど、その思いがあって、で今回のアニメ化で改めて原作の最初の方から読み返して、アニメどうなるんだろうなってワクワクしてたら、一番嬉しかったのは攻めてくるオークとか、あいつらの魚影みたいなやつ、そのまま皆さんセリフやってるのが、当時のギャグ感もちゃんと音声にしてるっていうのが、これはだって鶴岡さんのこだわりでもあったんですか？そうですね、黒田さん、シリーズ構成の黒田さんとか監督もそうなんですけど、当時のそのちょっとそのなんだろう、懐かしい90年代ギャグみたいなところとかも、端の方に書いてある先生の手書きで書いてあるやつとかもなるべく拾って、そういうのちょっとこう逆に見せていこうみたいなのはかなり意識してやりましたね。だから結構詰め詰めでやったんで、アフレコでもここセリフ入んねえよみたいなところあったと思うんですけど、役者さん皆さん頑張っていただいて入れていただきましたね。というわけで、愛もたくさん詰まっておりますので、こちらの1期まだご覧になってないという方はね、ぜひ見ていただきたいんですけども、さあ1期の内容について軽くご紹介したところで、続いてのコーナーに行ってまいりましょう。ここからは2期の情報をお送りしていきたいと思います。2期では地獄のティンコンカ編が描かれました。ティンにすることでちょっとティムコンカ編が発音をよくするとそうなるよね。いや日本語だから地獄のね、地獄の方が普通だったんだけど描かれましたが、アンスラサックスが誕生させた漂流に立ち向かう四天王、侍軍団、魔戦将軍たち、そして伝説の勇気士となったダークシュナイダーが破壊神の分身を倒してカルスを救う。しかし、すでに完全復活した破壊神アンスラサックスが迫りつつあったということでございます。これがなんとなくの、もうネタバレ OK 部分のあらすじでございますけども、岸田さん、これ一気に登場人物もバチンと増えて、いやようやくなんか、一読者っていうか一ファンとして原作をね、なんか俯瞰で楽しむなんか感覚で言うと、もうここまでやっぱアニメにしていただきたかったし、していただいてありがとう。やっぱりキャラがガッと増えるとぐっと膨らむし、裾野もね、広がるんで、これ少年史観をすごく感じて楽しいんですよね。バッと人が増えたり、ここからようやく人気投票できるみたいな、確かになんかそんな感じもあるし、なんかもうちょっと俯瞰の目線で言わせてもらったら、このキャラどの声優さんが当てんだろうみたいなワクワク感があるでしょ。なんかやっぱり一期はなんかもうちょっと狭いところでね、俺とかガラとかもうちょっとところで頑張ったけど、そこがなんかまだ序章で、こっからようやくっていう感じが僕は2期だと思ってるので、非常に興味深かったし、
嬉しかったんですけど、さあそんな人気のね真田源太真正勝負でございますけども、田中島拓磨さん、そして福山潤さんが演じるキャラクターについてご紹介していきたいと思います。はい。まずは福山さんからお願いいたします。はい、私演じますマカパイン島にシュトラウスでございますが、はいまあこちらカルスのに従える魔戦将軍なんでございますが、まあ武器としましてはですね、特殊鋼で作られた鷹山紙。まあ、指の先々の細い見えないぐらいの糸がありまして、それで、まあ、あらゆるものを切り裂きましてですね、その鷹山紙がですね、なんと何キロにも伸ばせるということで、もう攻防一体でございます。はいで、四方に張り巡らせることで結界も作れて、しかもそれだけじゃなくですね、魔法防御を無産される罪人の剣ガリアンソードを使用するというね。そうだったんだ。そういうことなんですよ。で、まあ、狡猾な手段、まあ、卑怯だと言われるような手段もですね、まあ、勝つためならば是としましょうという勝利至上主義者ということでございまして。いやー、これは演じていて大変楽しかったですね。でしょうね。今の説明書きからは想像つかないキャラですもん。そうだよね。途中から面白い。面白い。ただ面白くしてるわけじゃなくて、なんかこの様が面白いっていうんですかね。結果的に面白くなっちゃったね。正面からそれを高らかに言うことで面白くなるという一つのこの漫画の手法をダイヤモンドともに作り上げてきたみたいなね。全部を真っ向勝負で受けてリアクションするっていう。何よすごく言うっていう。なんかこう大物感も小物感もすべて混然一体としていると言いますか。いやだからもうマカパインをやらせていただけたのは光栄でしたね。マカパインはめっちゃ好き、アニメでよくもっと面白くなった。満場一致でね、今日いろいろさ取材も受けたけど、やっぱマカパインって。いやでも福山のマカパインって。いやこれはやっぱりオーディションだったんですよ。で最初マカパインがオーディションやってなくて、僕イングベイでオーディションが来たんですよ。あ、そうなんだ。でその時に僕が違う、俺はイングベイじゃないっつって。さすがだね。私は貴族ではありません。バスタード好きだから全部読んでて、そりゃ魅力的なキャラクターがいっぱいいるからやらせていただけるって言ったら全部光栄なんだけど、自分が生きるっていう一点で見たら俺はマカパインしかないっていう。さすがだわ。自他ともに認めるマカパイン。自分プロデュースが。で結果合ってたんですよ。だから最初に連絡できた時にイングベイですっつってマカパインじゃなくてイングベイですそっかーって人から見たらイングベイなのかなって決まったらマカパイン役ですほらーよかったですね、行くところに行ってね。気づいてもらえてよかったです。そのマカパイもいるカルス率いる魔戦将軍全部で12人いるということでございますが、どんなキャラがいるか改めてちょっと見てみましょう。はい、めっちゃいっぱいいます。いっぱいいます。カルス、イングベイ・フォン・バルバスティーン、ジオン・ドルバンデンバーグ、マカパイン・トーニ・シュタウス、シエラ・イーディ、バ・ソリ、ランディ・ロードシュタイン、ロイ・バウンテン、ボルギルボル、ボルギルボル、ザック・ワルダー、イダ・ディー、ナ、ブラード・キンス、サイクス・フォン・スノー・ホワイト、ロース・ザ・ボス、フリドリヒと。はい。名前言って一番楽しいのはボルギルボルですね。声もかっこいいよ。あとはバッソリーもね、キャラ立ってますよね。バッソリーいい活躍しますよね。バッソリーはいい賑やかしでしたね。ダークシュナイダーのキャラもバッソリーによってさらに引き立ちますからね。確かに。バッソリー面白い。この手の萩原さんの漫画の中でこの手の顔のやつ大体面白いです。この手の顔大体おもろいですよ。これケンショウ君がねカルスを率いてるわけですけど、ハイキングです。はい、どうもハイキングです。どうもハイキングで。こんにちはハイキング。バーソリーパンチ効いてると思います。他にもなんか印象的なキャラとかいましたか？いやーでもやっぱりイングベイとかはね、高速の剣の使い手ですね。もうやっぱりずっとこう信じてくれてるというか、まあなんかその変わったことでさえ受け入れてくれてるというか、まあなんかその忠誠心というかっていうのはやっぱすごくありがたいなっていうのは思いましたね。単純にかっこいいし、そうね。あともうまあイングベイだけじゃないですけど、もう声優さんがね豪華すぎて、そうね。これを従えるって相当大変だなっていうのは、確かにそうですね。もうねかなりやっぱり大先輩から。この並び確かにすごいね。それがなんか俺ジオンでユサさんってびっくりしましたからね。いや本当に確かに。ちょっとねやっぱそのプレッシャーはなんか別のあんまり感じ
じなくていいプレッシャーはちょっと感じてはいましたね。マジでなんか平常の状態でアフレコがね、もうその十何人で一気に撮るっつったら、結構また別なプレッシャーがもう相当やばいと思いますね。多分いろんな先輩からちょっと頭を下げられるといじられ方を絶対する。ハイキング様それはやるだろうね。ボルギルボルギですね、ありましたね。でもね、キャラも立ってますから、こちらもね、皆さんに切り絵を見つけていただきたいなと思いますが、さあ続きまして、個性的なメンバーが集まったっていうのはね、まあ戦将軍だけじゃないんですよ。侍軍団もそうなんです。続いてダークシュナイダー率いるイヤメイド王国の復興を目指す剣士集団侍軍団についてのご紹介します。まずは寺島さんによる吉岡からいきましょう。はい。吉岡ベラキアです。はい、名門武家出身で若くして侍マスターの称号を手に入れました、で三船の道場で師範代を務めていたほどの腕前なんでめっちゃ強いです、侍としての矜持が強くて忠義や礼節にもとる行為を厭う、必殺技は長武阿修羅山。かっこいい。もう一回ですか？長武阿修羅山。なんで2回言うねん。海藩のことを気にかけているようだが。なるほど。っていうキャラクターなんですけど。まあど真ん中イケメン枠ですね。そうなんですよ。正直魔戦将軍の後に侍出されるとちょっと真っ当すぎて。なんつうか。そうだ、ボルギルボロいないもん。そうなんですよ。順番逆にしてほしかったなってすげえ思ってます。遊びが少ないという。そう、遊びはやっぱ侍っていうのもあって真っ当なんですよ、みんな。確かに。その中でもヨシアはやっぱりそのみんなを率いるっていうのもあって責任感とかもあるから三船とともにね、かなりまともなので次へ行ってください。なんかそうやって次に行きたいところなんですけど、一応ダークシュナイダーできる侍軍団とか、ダークシュナイダーチームちょっと見てみましょう。はい、ここ見てもらいましょうね。はい、こちらがいっぱいいますね。ダイヤモン明らかにこっち側だろうね。おかしいよね。ダイヤモンこっち側になりました。いくら忠誠を誓ったとはいえね。忠誠誓っちゃったんで。ね。どう考えても下半分の方がやっぱりの目が入ってます。違うキャラ。アキューズね。アキューズとそう、それが言いたかった。いいですね。こちらにも一応ね影薄いんですが、モヒがいるんですよ。モヒはね、見た目のインパクトはモヒ。モヒは死に様もいいですからね。唯一モヒーって言ってもらえる。なかなか名前呼ばれる人いないから。確かに。モヒはいいんですよ、すごく。いいキャラ、こっちにもいいキャラいるんですけどね。CV がね、日曜日の猫と同じ人が一人いますけどね。アンダスはやっぱりハテナなんだね。でももうまあもうこの時は出てます。もう出てるんで大丈夫です。杉田さんにやってもらいました。顔がパッカーンしますからね。あれ衝撃映像ですね。あれマジ衝撃ですよ。トラウマになり。確かに。トータルリコールですからね、あれは。シュワちゃんオマージュですから。でもパカンで割れてもそこまでは変わんないんですよね、見た目は、雰囲気は。で三船の速水さんもかっこよかったですからね。速水さんだもんね。現場で1回だけお会いできたんだよな。こちらもなかなかね脂っこいメンツが揃っておりますが、ブラックまあでも谷山さんにどれがインパクトあるって聞いたらどうやってもダイヤモンから目が背けられない。そうね。ダイヤモンはもうダイヤモン枠だから特別なんだ。なんていうか、でもやっぱヨシアなんていうのはその中で一番こう侍チームとしてはまっとうというかね。ね、頭取みたいなもんでしょ。そのチームでのやっぱ一番なんだろう侍前としてで、しかもなんかああいうすごくなんで実直な男じゃないですか。だからテラシーのあれ合うんだよね。テラシーがすごいなんつうか品がいいですからね。真面目なんか根が真面目でしょテラシーも。根じゃなくて真面目です。なんかそれがねすごくすみませんねこれトイレから帰ってここ結び。本当よ。俺もいい話してたんじゃねえのか。ちゃんと褒めろちゃんと。いや本当にいや本当にそれはね今回なんかなんかねこのアニメバスタードはなんかキャスティングが素晴らしいなと思ってよくできてますね。本当にリップサービス抜きで思ってますけどね。皆さんもねそこもまとめて楽しんでいただければなと思います。さあ以上キャラクター紹介でございました。さあここからはアニメ本編について推しをキーワードに語っていきたいと思います。題して推しを語ろうバスタード。いっぱいいるからねキャラが。アニメ2期第25話から第39話の中から一押しの名場面を選んでいただきました。どんなシーンが選ばれているのか見ていきましょうということでございます。じゃあまずは福山さんの一押しシーンを見てみましょう。はい、こちらでこちらでございます。天の断り地の断り人の断りギャップがね今まで生きり倒しててここに至る。怯える時も全力でっていう。キャラだよ。黄金の
作がいいんだよな。マノウォーっていう呪文はすごい強力な呪文で、結構気合を入れて作りました。大霊界だ。行ってこいって言ってくれて。大霊界。はい。印象もいいし。原作でもそんな出てこない呪文ですからね。そうですね。ここだけですね。はい。はい。すごいな。動くとかこうなるんだな。ギャーっていう。これは令和随一の新様ですよ。ちゃんとギャーという。そうこれ飛んでったんだよな。いやこの時のそう断末魔がすげえ秀逸なんだなるほど。えまあ一応お伺いしますが、このシーンを選んだ理由は何ですか？いややっぱり原作好きとして先ほどもそのオープニングの方でも言ってましたけど、なるべくそのセリフ一つ一つも忠実にやろうじゃないかっていう中で、この中で今の令和の世の中で行ってこい大霊界を聞けるっていう丹波哲郎さんですからね。そういうことなんですよ。だからやっぱりネットフリックスの力によって丹波哲郎の大霊界を配信していただけるかどうか。確かに。ずれ方がすごいな。いややっぱ作品の中でやっぱこの時代の作品とかも含めてやっぱ漫画コミック今はあんまりなくなってしまった文化ではあったんですけど、作品に出てきたちょっとした小ネタでその見ていない世代でも作品を知れるとか、もしくはそれによって時代が分かるとか、こういったいろいろな部分がこうやってそのままやってくれた。もう大霊界って言葉だけでも結局言ったらあの世に行けっていうのを置き換えれるぐらい便利な言葉にもなってるんですけど、実はそういった当時の連載の時の流行りもあったんだよっていうところが、このいわゆる僕昔のアニメ好きとしましては、漫画好きとしましてはこのまんまやってくれたことが嬉しいっていうのと、僕はこれがきっかけでバンドのマノを知ることになり、そして今俺一番好きなヘビーメタバンドはマノです。マノなんだ。キングソウルヘビーメタルですね。熱いぞ福山潤が。でもずっと前ですげえ前からマノが好きって。そうです。もうこうやって。そっかそっか。マノサイン感があるんですよ。いやすごい潤君の口から。めちゃくちゃ楽しんでます。楽しんでます楽しんでます。確かにな。この漫画も確か見開きかなんかで行ってこい大霊界めっちゃでかいコマだった。デカコマですね。デカコマだったんですよ。よく考えてわけわかんないこと言ってるんですけどね。そうなんです。でも時代の空気とかノリみたいなのが面白いですね。何よりもなぜか知らないけどマッカパインがすごいやられる時に目を押さえてるのがね。そこだけ？あれマジなんだね。細かい。でも面白かったです。原作通りです。以上福山さんの一押しシーンでございました。それでじゃあ寺島拓磨さん行きましょう。お願いいたします。はい、こちらのシーンです。ご覧ください。どうぞ。いいポーズ。やっぱ僕はね、侍たちの活躍。このポーズももうね、完全に原作の絵のまんまなんですよ。不思議なポーズ。アシュラダンで。あそこからどうやってアシュラダンするのかわかんないんだけど、みんな大活躍してくれるんですよ。侍軍団で前半でも活躍してるんですけど、前半ボッコボコにされるんで、なんでこっちの後半選んだんですか？魔戦勝負として戦いを互角に繰り広げる熱いシーンです。ここはやっぱり一応侍軍団を取り仕切ってる身としてはみんなの活躍見てます。確かにね。あと位が上がれば上がるほど肩パッドがでかくなる。肩パッドっていうのはあれ。肩パッド。バブルじゃない。すごいみんな頑張ってるな。もちろん魔戦将軍のみんなもここですごく頑張るというか、活躍が見られるので、ダイジェスト的に。ガラとネイのも加わってくる。強者感が半端ない。確かに肩パッドでかかったイングは一番でかい。一番でかいね。何も通さなさそうな感じ。あれに傷をつけるとか最初ね、ヨシュアの強さが見えるシーンもあったんですけど、モヒの死に様はちょっと見てほしかったなと思いましたね。そっち選んどきゃよかったんですよ。もうあれ好きなシーンなんで。ここ選んだのはやっぱ侍だからってことと、各々の活躍のシーンが見れるからってやつね。そうそう、やっぱ2期スケールめっちゃでかいじゃないですか、バトルも。その中でもやっぱり人対人のこのバトルっていうのはやっぱ見どころの一つだと思うので、そこもやっぱり注目してもらいたいですね。お気に入りの人はちなみにモヒ以外で誰なんですか？お気に入りの人ですか？いや、僕はモヒ一筋です。モヒだけ。すごいな、愛が強いな。モヒタンだったんですね。モヒタン。憧れの髪型モヒタンなんです。モヒタン。一度はやってみたい。でもあそこに至るまでの流れとかでなぜあそこで2つの勢力が戦ってるのかとかもね、漫画とかアニメの面白さもいっぱい詰まってますので、そこまでいっぱい皆さん見ていただければなと思います。はい、じゃあ次はケンショウさんのシーンに行きましょう。はい、僕はですね、その純粋な
綺麗な涙に心をグッと打たれたシーンをなるほど選ばせていただきました。ちょっと見てみましょう。こちらです。それこそが純粋な強さよ。それを今から証明してやる。さあダークシュナイダー、これね、人質を取って、まあもうだからマカパインがもう勝てばいいっていう、今のがガリアンソードです。ガリアンソードです。勝てばよかろうなのだというやつですね。そうです。これガリアンソードってまんますぎて、そうまんますぎてね。気になった方は調べてください。ガリアンソードです。全然関係ない。それでこっちもやられてしまうっていう、この扱いがね、すごい同じね、もう味方というか、魔戦将軍だと思ったんですけど、僕これ見た瞬間すごい笑っちゃったのと、バソリーがね、あ、ちょっとこの後だったんですよ、本当は。この後バソリーが踏まれて、そのところでキランと流れる涙に純粋な涙ところだったんです。これはちょっと本編見ていただいて、でもう一つあったと思うんですけど、僕がその必ず見つけ出せって言った後に「はい!」ってこう言われるんですけど、ここ一番気持ちよかったシーンです。自分魔戦将軍だ。あ、こんなに綺麗にこう言ってもらえるんだっていうのを気持ちよさを感じた。今まであんま言われてきたことはなかったと。そうですね。今までアビゲルしかいなかったからね。だったんです。すごい。他の作品でもあんまなかった。ここまでのもうそうそうたる人たちを従えるっていうのが彼が一番偉いもんな。だったんでちょっと選ばせていただきました。ヘイおやびみたいなもんだもんね。まあでもラインナップとしてはね、壮観ですからね。はい。見ていただければなと思います。ありがとうございます。ぜひ見てください。さあ続きまして安本さんが選んだシーンに行きたい。あら、安本さんも一応選ばせていただいたのでちょっと見ていただきます。こちらで。気になるね。お？これは？いいですね。いいのしてますね。知るのはおめえだ。金玉野郎。金玉ってめっちゃいっぱいいったんですよ。セリフがいいですよね。こんなに言っていいんだってぐらい金玉。まあでも金玉って響きには風情がありますからね。何を言ってんだお前は。おい気づけ気づけ。何を言ってんだ。気づけよ。これはスケールのでかさもあるんですけど、金玉の数の多さ。金玉の多さ。2個だよ。マックス2個だよ。数多さとか。モペで増やすやつはおらん。取るやつはおるけど。こんなに堂々と金玉って言ったことはなかなかなかったもんね。なるほど。しかも連呼してます。普通言わないよ。割と緊迫したシーンですよこれ。でもめっちゃ金玉野郎。嬉しかったんだろうな。金玉討伐を。面白くなっちゃってる。お前面白くなってんじゃねえか。君自身もよ。金玉討伐。でもなんかあそこの中での強さとかもすごい見せたりとかキャラとしてもすごくいいんだけども、漫画の段階で多分先生も書いてて面白くなった。そうだろうね。ずっと金玉って書いてあるんですよ。だろうね。いっぱい書それをきたかった。そのまんまアニメにしてくれたっていうのが嬉しかったです。でもそのまま拾ってます。短いシーンで4回言ってますから。金玉。4金玉だ。8個分ですね。マックス2なんだ。賞味8だね。賞味8。あとはまあ単純にガラの最大の見せ場なんですけど、金玉じゃなくて、あそこが間違いちゃいけない。あそこが一番かっこいいところですから。ちゃんと強かった。それは金玉って言い過ぎた。金玉のフィルター1回外したらめっちゃかっこいい。そしたらかっこいいし。もうかかっちゃいました今。金玉フィルター。かっこいいシーンでもああいうものにするって今のなんか大人が好きなヒーローもののちょっと外れの人たちの強い人たちの一つの形にもなってるから、もうすごく今通じるシーンだと思うんですけどね。僕自身は楽しかったし嬉しかったシーンですからね。あともう一個実はシーン選ばせてもらったんです。これちょっとガラ関係ないんですけど、ちょっと見ていいですか。何？ああ、すごく裸だ。みんな大好き。すごく裸だ。みんな大好き。あ、そう。ずるい。ここだけですよね。いやもうよく上げてください。いやでも多分このダイヤモンドこれで結構すげえ格好しながら実はなんか敵で魔力が失ったら美少年とかみたいなこっからですよね、出発は結局。なるほど。しかもしないですね。かなり感想の方かもしれない。なんであんなにバラを描いたのかもわかんない。でも原作にも書いてるからしょうがないんだけど。この辺は結構スタッフがパワーアップさせてキラキラさせたりとか。でまたこの小安さんがここでちゃんと声変えてるんですよね。いやそりゃそうでしょ。
小安さんの美少年声が聞こえてるのがまた素晴らしい。正しい小安さんの使い方。あれが小安武人だ。ただ皆さんはあんま感じなかったでしょうけど、ちょうどマカパイン決まったぐらいに世の中にダイヤモンドが発表されたんですよ。俺。あ、そっかそっか。だからその時に発表ですね。俺は楽にやったら埋もれると思ってやばいやつがいるって。そう、人知れず感じたんだ。原作を隅々まで知ってるからこそ同系統で違うタイプじゃないですか。だからで小安最初に気になったのがまずダイヤモンド誰だって小安さんって名前知った瞬間に俺は全力で臨まないとダメなんですスイッチ入ったんですね、そこでね。なるほどね。やるぞと。面白いな。どうやら激しい現場だぞと。本気らしいっていう。こいつは面白くなってきたっていう。面白い。面白いですね。ギャグのバランスもね、こちらのマスターの魅力の一つでございます。そこも楽しんでください。お願いいたします。さあ最後、谷山さん。僕はね、それこそ原作が先ほど夏本ちゃんからもだんだん萩原先生が面白くなってきてっていうので、2期に該当する9巻あたりぐらいから原作のなんか遊びが、ギャグが意図的に、あとメタの視点があったりとかもして、そこも忠実にアニメーションで再現している中で、僕はダークシュナイダーなんでちょっとこちらのシーンを見ていただきたいと思います。すぐちっちゃくなる。ちょっとそうなんか分散しちゃったっていう口頭無形なんだけど、ちゃんとアニメ的に描くっていう。これ本当すごいな。もちろんこの声も全部谷山さんにやっていただいて、ちっちゃいダークシュナイダーの声も。このルーシーも伊藤さんにやってる。この一言のために伊藤さん来てましたけど。だから伊藤ちゃんがその会話。スタジオまで。ここの映像演出も90年代から。そうなんだよね。ちょっとそういうこう懐かしさ。実に確かにもう何なんだろうって話ですからね、これ。実にクラシックスタイルっていうね。これ。あとね、陽子さんに刃が入ってたりとかね、こういう表現も。すごい令和とは思えないですね。そう、この全体的な90年代ノリ。めっちゃいい。この時代にやるっていう。いいとこ座ってますね。海半今の子たちに伝わってくれ。いいですね。そういうことですね。やっぱりこう一つなんかこの令和の時代にあのバスタード作品をアニメ化するっていう意義みたいなのを感じて、やっぱり原作に忠実にっていう中であるし、一応声も全部ちょっとずつやって、なんかエビさんにはさ、いやそのままの声でやってっつってダークシュナイダーのなんかどうしても絵があれだから一応可愛らしくやったんだけど、やっぱそうだ加工入ってるよねって全然生きてねえの俺のやった可愛いから頑張りがみたいな、それはそれで見たのちょっとアニメチックなコミカルにやったんだけど、ちゃんとそれも加工された。あでもそうだよな、がっかりとは言わないけど、いや一応使ってもらってますからね。でもそれも含めて昔のね、小さくなったら声をね、なんかちょっとやめてくれせっかくやったのちゃんと加工されてたっていうところ。おもろいな。でもそういうのもね、細かいことかもしれないけど、そういうことで全部楽しんで作ってる感じがするのもね、素敵だと思います。さあそんな楽しんで作ってる人がこの人でもあるんですよ。尾崎監督。尾崎隆治監督にもちょっとおすすめのシーンを選んでいただいて。スライム尾崎ですね。そうです。スライム尾崎です。スライム尾崎。そんなあだ名はついてる。いいあだ名ついてるな。スライムへのこだわり。スライム尾崎の選んだシーンはこちらでございます。スライムかな。私は夢を見る。めちゃくちゃ真面目なシーン選んでるんですけどね。スライム尾崎。はい。この流れダークシュナイダーとネイのやけどなるほど。出会いというか昔の話ね。絵本みたいに見せたりとか。そうですね。ここはサイズをこう変えてこうシネマサイズにしたりとか、この辺の演出は監督すごいこだわって、ここは縦長にしてるんですけど、モノクロ使ったりとか。寒くて心細くてネイのね昔の話が結構いい話なんですよね。このまま死んでいくのだと絶望して、そして私たちは出会った。はい。
真面目ぶり上がりましたね。スライムのくだり謝っといた方がいい。すいませんでした。スライムはもう彼はもう消せない過去。消せない過去。そっか、過去は消せないや。本人がはっきり言ってましたね。俺はこのためにアニメーターになったアニメーターになってそんな監督からのコメント。あとはおまけだっつってた。そんなことはない。スライム言いたい放題。そんなことはない。ごめん、監督のコメント。ごめんごめん。失礼失礼。そんなことはないはずだ。信じてる監督。そんな監督。ダークシャナイダーとネイの出会った回想シーンがおすすめです。前編にあたりバトルシーンが多いので、意外と静かで詩的な描写が貴重な間の演出になったのでは、なったのでこんな姿も印象深いと感じました。バスタード実はエレガントでインテリジェンスな作品なんですよと勝手に思っていますとスライムが言っています。スライム。ああ、台無しだ。まあでも確かにこのなんでしょうね、濃淡じゃないけど、温度差がすごいところも魅力の一個でもあるし、真面目なものとかそのね、過去にいろんなことがあったカタルシスもあるから今があるみたいなのもあるので、その温度差もこの作品の一個の力でもあると思います。そうですね。もうネイもそうだし、カルスもね結構やっぱ今回でもう昔の過去のトラウマみたいな話とかもすごいここ結構シリアスなところ、そのギャップがやっぱりすごい面白いですよね。確かに今回はダークシュナイダーとカルスっていう何かね、その取り巻く物語ってこの2期の見どころだったと思うんですけどもね。ラブストーリーにも似たテンションですね。そのカルスとダークシュナイダー。なんか今気づいたけど誰も取り上げてなくねって。カルス命令したとこぐらいしか。あれカルス出てた？誰も。いやカルス見なかった絡んだよねあれ。濃厚なんかちっちゃいダークシュナイダーがどうとかって俺なんかなんであそこ選んだ。なんであそこだったんだろうって今思うと。おや？もしかしたら救済になるかもしれ楽しいところねないんですけど、鶴岡さんがちょっとね選んだシーンがあるらしいんですよ。あ、鶴岡さんも。はい、でも鶴岡さんはねどうせやらしいところでしょ。じゃあやらしい鶴岡さんが選んだシーンちょっと見てください。いやもうここですよ。なんで選んでないんですか。やっぱりいやもうやっぱダークシュナイダーとカルの戦いなんですよ。やっぱ2期は。そうなんですよね。そこをやっぱお客さん皆様にも視聴者にも皆さんにも見てで谷山さんと小野さんのお話を聞きたいなと思ってたんですけど、なんで選んでねえんだよっていうで、まあ最悪監督が選ぶかと思ったら監督違うの選んでいい風に見られたいから。そういうわけでちょっと非常に申し訳ないんですけど、こう差し込ませていただいた感じですね。すいません。でここのやっぱそのカルスの究極の魔法のテスタメントっていう絶対0度の魔法で、それと同時に詠唱しているダークシュナイダーの魔法があるんですけど、実はこれが防御の魔法で、それで吸収した後にハーロウィンを放つんだけど、カルスがまたそのハーロウィンを曲げるんですよ。ここはもう本当に一番なんだろうな、見せ場の魔法シーンだったかな。そして俺僕はここの下りで超伝導とそうなんですよ。そうなんです。そこで解説のアビゲルが超伝導っていうのを説明してくれるんですよ。僕もそれで知って、でその後パパ君とかで超伝導とか出てくるんですけど、もう知ってるみたいな。まさかそうなんですよ。それは超伝導だパパって言ってたんですけど、僕知ってますね。そうはありましたね。いやここだわ。誰かが選んでくれるかなと思ったからね。だってシュウさんはまだちっちゃくなったとはいえ、一応ダークシュナイダーのシーンだったけど、ケンショ君はもうバソリーだね。まさか純粋な涙とかまさかケンショウさんがバソリー自分が気持ちよくなってきてる。ひでえな。ケンショウさんのバソリーは外に映ってなかったんですよ。しかも映ってガーじゃないよ。いやでも魔法のシーンは本当に難しかった。お芝居としてそうですそうです。どうでした？なんかどんどんねテンションやっぱ上がってくるんですよ。だあからなんですけど、なんかずーっとそのやっぱテンション上げて張って唱えられないんですよね、やっぱね。だからそこをボソボソこう詠唱呪文を唱えていくみたいなところで、このコントロールっていうのがやっぱすごく難しかったのと、あとはもうやっぱアビゲイルのこの長い呪文を先に唱え終わった方の勝ちだみたいな。ちょっと違う勝負。しかもなんか見るに
彼の方が早めに隣が終わりそうだみたいな。あの挟みがね、そういう勝負ね。これがそのやっぱバスタードの魅力の一つだなと思いますよね。少年誌あるあるでみんな別に手出しはしない。しないの。見守るっていう。みんな見てこれはどっちが早いみたいな。そこもいいんですよ。この2人の戦い始まる前あんなに魔戦将軍と侍が戦ってたのに始まった瞬間ピタリとやる。仲良く見てる。邪魔しちゃそうです。邪魔しちゃいけないんですよ。素敵なチームですね。それこそありがとうございます。いいことです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ一応シーンを今まで見てきたんですが、最後にですね2期の MVP を選ぶのが誰になるかっていうのを発表しなきゃいけないんですけど、これ魔戦将軍側の MVP こちらちょっとケイジョさんに選んでいただきたいんですが、魔戦将軍の中で2期で MVP って誰になるんですか？頑張ったな。嘘だろ？本当？まさか？嘘だろ？嘘だろ？いやでもさすがに。ああよかったよかった。マカパインって。よかった。そうなりますよね。今口がバッてなるんじゃないかと。そうなりますよ、そうなりますよ。ドキドキしたまあただバソリーとマカパインはずっと一緒にいましたから。旅してる最後も。ヒヤヒヤしたぜおい。口閉じるからさ、いろんなしですね。でも本当にマカパインの生きり方が素晴らしくて、そうずっとスローガンが言ってて、そうなんですよ。生きり方が絶妙だなっていうのは結構こっち側も結構ベースの話。だからどこまで含みがあるかわかんないけど、さすが福山潤です。含みあるかな。さすがだねっていうのは。やりすぎてもダメじゃないですか。そうですね。もう3下から大物な全部カバーしましたからね。あと俺が一番好きでちゃんとギャーっていう。そうなんだよ。分かってんだよねこの男も90年代とかあの辺のノリっていうのを元ファンとしてもあるからマインドがみんな声優になる人って大体多かれ少なかれアニメファンだったり。だからねなった後もさその辺が分かんだよねさじ加減。そうですよね。生まれた瞬間に折れたところまっすぐ伸びてますから僕。ちょっとよく分かんないそれは。ちょっとごめんそれは付き合わないで。通らなかった。みんな欲しがってるわ。今欲しがったなと思った。潤くんが欲しがった。でまあター君はとこれ気象さんにも聞いた方がいいかな。侍軍団と MVP を考えないといけないんです。侍軍団もでもダークシナイダー的にはでもまあ。なんかまあよしはいいのかなと思うけどね。やっぱり頭取と踊りっていうまああそこで一番ね束ねてくれてるのちゃんとしてますからね。ちゃんとした軍団をちゃんとした人がちゃんと導いてる。その代わりなんかまあなんかねダークシナイダーとかその分自由にできる。それはなるほどね。対比としてやっぱいてくれないと。いてくれたからこそダーシュが自由にできたっていう。あらお気遣いありがとうございます。いやもう本当に気遣いの男ですから。そこまで言ってねえ。認めちゃってた。言ってねえそこ。でもヨシュアかなと。やったー。ありがとうございます。でも本当にヨシアは安心感がやっぱすごくあるし、もうこちら側も監督とかも含めてすごい安心できたし、でそのヨシアがその唯一ダークシュナイダーに起こるのがそのダークシュナイダーが海藩のところに呼ばいに行って、そうしたらもうヨシアがめちゃくちゃ怒ってて、もう色恋に疎いけど、そうその説は失礼と食いましたね。無言で刀を抜いて、あそこの演出のところとか、脚本の黒田さんもあそこのシーン好きで、ここはちょっとプラスしておきますみたいな感じ。侍たちの抜け感のあるところですから。そうなんですよ。ここがこうヨシアの可愛いところだったりするっていうのも含めてすごい良かったですね。よかった、ありがとうございます。いやそんなマジど真面目で助けてくれてじゃあヨシアが侍軍団側の MVP といただきました。ありがとうございます。もう順当じゃないですかね。今出た一押しシーンを踏まえてアニメを繰り返しご覧になってみてください。以上一押しシーンのご紹介でございました。さあここまでご覧になってもお気づきかもしれませんが今回の特番女性キャストがいらっしゃいません。おせ今更言うこと。確かにそうだし。唯一俺がねちょっとこう言ってみたいな感じ。持ってねえよ。誰も持ってねえよ。もうすぐ隠せそうです。ボコボコ。でもバスタードだったら女性キャラについてもいろんなお話がしたいんじゃないかということで続いてはそんな野郎たちに送るこんな企画でございます。結局誰推しバスタードヒロインズ。めちゃくちゃテンション上がるじゃん。いやここまでやってきましたけどね。前のコーナーでは推しのシーンについて紹介しましたがこのコーナーでは2期が配信したこのタイミングで改めて女性キャラで誰推しなのかを語ろうという男子校の放課後のようなトーク企画をお届けします。楽しそう。でアニメは全39話原作コミックスだと12巻までやってきましたが実はバスタードでは女性キャラが意外に少ないと。メインは6人しかいないと。その6人はこちらでございます。
ティアノとヨーコ、アシスネイ、シこれだけエラとエキャラがねガタリカーナ、サイハン、シンハリ、シエライーリード。ありがとうございます。どんな格好してんのシーラ。姫ありがとうございます。とんでもないよ。紐じゃん。これ2期の設定なんでシーラーさんがですね好きで着てるわけじゃない。そうなんですよ。これ生贄でね。生贄です。そうなんです。生贄でこれ好きで着て民衆の前に出たらえらいことよね。ただ1期の時のシーラーはもう結構すごい衣装着てたんですけどね。お姫様露出しがちっていうのはあるんですけど。真ん中にいるんだもんな。それに対してシアラの身持ちの硬いことがないそうです。好感持ってますな。氷漬けになっちゃいますから。あと歌がうまいです。さあそんなわけでございます。じゃあまずこれ私と小野賢章さんも同じ推しキャラだったので、まず私と小野賢章さん見てみましょう。誰だ。そうなんですよ。まあね、素敵よね。2期はな。そうなんですよね。僕が選んだところはもちろん新ハリっていうことも簡単なんですけど、それはあくまで1期であって2期で僕がいいなと思ったら陽子さんの成長なんですね。そこが僕は素敵だなと思って。そうなんですね。賢章君はどのあたりが陽子さんの？いやもうやっぱり成長ももちろんそうですし、そのなんか心境の変化だったりとか、ちょっと責任のね、なんか強い女性に強くて美しい女性になったなってやっぱ印象が強いのと、あと単純にちょっとその1期の時の割とショートめな髪の毛から2期でロングになってるっていうこのギャップに、一番最初やっぱバチコンやられて、なんかその女性としての魅力が相当増えたなっていうふうに思いましたね。伸びしろね。女性になったなみたいな。侍軍団のモチベーションでもありますからね。侍軍団がさ出るたびに陽子。みんな陽子って口々に言うからモチベーション陽子派が多い。陽子軍団になっちゃってる。あとなんだかんだやっぱ受け入れてるところがね、なんか夢があるなって思うんですよ。ああなるほど。そのなんか男だけの会話でいくと、なんかやっぱそのダークシュナイダーをなんだかんだやっぱ受け入れて、もうってやってる感じがなんかちょっと夢あるな。でも分かるわかりますよ。なんかね。マジやん。なんかね。マジやん。マジじゃん。切り口が。ちなみに同じく陽子推しはもう一人いたんですけど、ちょっと俺とか賢章君とは違う目線から陽子推しの人が一人いらっしゃったんで、寺島拓磨さんですね。ちょっと寺島拓磨さんが陽子推しの理由ちょっと V で見てみましょう。ちょっと音を大きめにしてください。覚えておきなさい。僕たちは絶対カルスの弾圧に負けないわ。僕もカイも無事だったんだから。だからこれからは僕が君を守るよ。どうして君はいつもそういうこと。こら僕の目を見なさい。メタリカーナでは僕たちと一緒に反逆軍団を守ってくれたの。僕に口答えする気？やつはいけないわよ。心配して損した。僕のケツは僕の代。僕って一体。はい、どういうことですか？ねえ、同じ陽子推しでしたけどね、もうお前らの話はもう普通だ。推しキャラの話をしてるんだから、成長とか女の見てたらわかる。怖いよ。こんな話初めて見たよ俺。出せ。もっとさらけ出せ。お前らも真ん中を。つまりどういうことだってのよ。どういうことですか先谷山様がその発端に触れましたね。僕っ子なんですよ。好きなんだ。やっぱ僕っ子って僕っ子なのにど真ん中ヒロインなんですよ。確か萩原先生のどういう性癖なのっていうね。しかもビジュアルはド美少女だしね。そうで、もちろん成長があってもうより女性らしくなっていくのに僕っ子なの変わんないっていうギャップね。たまらないね。まだ僕だけじゃなくてダークシュナイダーのことを君って言うんだよ。それもいいんですよ。君は刺さりました。しかも漢字じゃなくてカタカナなんだよ。あとよくダゾっていう。ダゾもいいぞ。端くたら決め。キモオタになってる。それが今の日本を形作っているんですよ。プロの声優さんになっちゃった。キモオタがプロの声優さんになっちゃった。
こじらせちゃってるよ。僕君だぞですから最高ですね。2文字で持ってってくれる。ちなみにその僕は僕っていうのはどこら辺が刺さるんですか？そんなもん理屈じゃねえんだから。気持ちの問題怒られちゃうよ。パンドラの箱開けそうになっちゃった。グルーブだよ。そうだぞ。グルーブだぞ。グルーブだよ。でも僕こう確かにね可愛らしい感じしますけど。可愛いな。僕はそこが推しポイントです。なるほど。じゃあ続き福山さん見てみましょう。はいはい。福山さんの推しキャラこちらです。はい。まあ。いいね。スリット深いな。ダッシュご飯だよ。ちっちゃい頃。いいな。この隠れ家で待ってんだ。お口に入んねえじゃないか。お口。危ねえぞ。っていう言い方。危ねえぞ。何言ってもあれか。うまくいかない。うまくいかない。声もダークしない。自分で仕掛けたことですから。かっこいい。お前はもうこれ以上ダッシュ手ほどの傷もつけることはできない。ヒカサだし。何よこれがまたね、でも言われる。ヒカサだもん。やめよう。やめよう。なんなんだ。これがまた。私がどれだけ待ってたと思うのよ。懐かしい表現。いいな。こいつ2年間もずっと待ってたのか。はい。いややっぱりですね、僕も若かりし頃は陽子とかシーンとかいろいろそういう風な感じだったので、やっぱ年齢を重ねれば重ねるほどやっぱアーシがいいなと。やっぱりもう外はツンツンしててもいいけど俺だけに出れてくれてればいいっていう男子の気持ちだ。出れられたいのよ。何を言ってんだあれ今日はなんか意外と脱ぐねパンツ。2人ともパンツ脱ぐね。俺たちは。そう。もうとにかく出れられたい。細けいことはいいんだ。そう何にもいらない。そう。大人だな。でも気持ちわかりますね。あと褐色エルフの走りというか。そうですね。そうか。我々が褐色エルフの美しい存在って言われたらもう一番最初に思い浮かべるのはやっぱ私ですね。そこはちょっと刷り込みでも俺もありますね。そして何よりもちゃんとしっかりとした強い女性でありながら、その心を許した人に対して子供の心を見せるって言いますかね。そういったところに対してもやっぱ出れられる良さがねあるわけじゃないですか。何すっきり。あの人マジだな。何すっきりした顔してんだよ。すっきりした顔してんじゃない。気持ちよかったんだろうな。はい、じゃあ最後谷山さんいきましょう。谷山さんこちら。そうです。しないで。順番的にどっちだったかなるほど。姫かな。姫。飛んでっちゃった。まとまって。一期の時からよかった。もう尻もなでなでさせてもらいましたけど、ダッシュ。あなたは守ることのできる。ただ一人のお方。でもね、一番かわいそうといえばかわいそう。2期のシーンが本当にかわいそうですよね。まあここ本当最後のシーンのところなんですけど。男子の思いもね、そんな儚くていいですよね。お救いください。格好なんですよね。幸が薄いというか、ここの階層がいいんですよね。すり返ってね、これね。初めて対等の立場から。人のためだけに頑張ってる子ですからね。初めて女として。本当だから多くのことをね、姫がゆえに知らないまま、おそらく言ってしまわれだと思うんですが。それがまた余計に。そしてなんだって僕ははっきり言ってこの衣装かな今回の。そっちかい。でも正直やっぱこの格好はもっと見たかったな。でもやっぱ今回2期の全体的に望まざるに関わらず衣装をね身につけざるを得なかったその運命に対しての非常な運命に対しての彼女のなんでしょうかわいそうだなっていうね、そういうところと悲運と。あとやっぱ衣装かな。言葉尽くした結果それ結局ね。ちなみにシーラ推しは監督もシーラ推しということで。そうなんですね。監督はやっぱりシーラかなと。やっぱり王道的ファンタジーのお姫様像であると同時に純粋で正義感が強く人思いで自己犠牲を厭わないなんて素敵な女性でしょう。一つ足りなかったのは運だけかも。やっぱそこなんだ。適当バカやってるやつでも運だけいいやつってのも世の中にはいますが2期のシーラのエロい衣装だけが好きなわけではないことは誤解のないように。いやそれ言わなきゃよかったね。だからやっぱスライムです。スライムね。でも言ってること谷山さんと同じだった。ほぼ同じだった。でも一緒でしたね。実際に衣装を二次元の女子がね着たらじゃあどうだって話だよ。
だからまあなんか鬼パリピにも見えますけど。鬼パリピ。エピソードを知らなきゃね。あれ丸出しじゃん。それはちょっと引くけど。さすがに引く。鬼パリピのノリであの衣装やられたらちょっと引くけど。泡とか待ってんだろう。おお。分かったぜブラザーってなっちゃうけど。何がブラザーだよ。なんかやっぱシーラギャップかな、やっぱ何も知らないシーラがああいう鬼パリピみたいな格好をしてるっていうのが一つのギャップ。まあけど人のなんだろう世の常でギャップあればあるほどって思うんだよね、魅力っていうのはそうだと思うんで、チョロ Q も後ろに引けば引くほど前に進むでしょ。そういうことだと思うんですよ。わかんねえな。合ってる。なんか収まりそうで収まんなかった感じが。わあ、収まれんだよ。ずらしすぎたんだよ多分。衣装？はい、お話に戻します。ずらした部分戻してください。今からね、鶴岡さんの推しもあると。鶴岡プロデューサーの推しもちょっと見てみましょう。こちらです。はい、今ね衣装の話が出たんですけど、僕はエンディングをちょっと皆さんとお話ししたくて、でこれがその尾崎監督がこのアイデアエンディング作ってるんですけど、その原作の挿絵でifものって言って、そのもし現代にみんながいたら、そのダークシナイダーとかみんなのキャラクターがいたらっていう挿絵があるんですけど、それをエンディングに持ってきたんですよね。でもちろん挿絵にないキャラとかもいるんですけど、このなんか衣装とかがすごいかっこよくて、でシェラも女性の衣装着てるのここだけなんですよ。これがすごい可愛い。魅力的。あれ推しキャラシェラなんじゃない？でこの陽子さんの水着、これが僕はすごい時代を感じて、そうなんですよ。なんかこの感じの水着ってなんか90年代にそのビールのなんかやつとか、そうグラビアとかで見た感じが、でこれがオリジナルです。挿絵にいなかったんですよ。シーラとか大半とかシンとか。なんであれをこれをだけ守ってるんだ。でネイはねスーツでねなるほどね、ダイバースーツ、ダークシュナイダーとか。ああ、この陽子さん、いやパーカーの色合いにやっぱ時代を感じますね。確かにデザインね。この陽子さんの水着はすごい僕は一押し。そうですね。もう一回透透明で見たいもんな。まあエンディングの陽子さんもそうだけど、みんなの衣装っていうのもちょっと面白かったり。そうなんですよ。ここはちょっと見ていただきたかったなということと、あとカイとシーンとシーラのところは尾崎監督のオリジナルで衣装を作ってるっていうところ。そうですね。まあでもこの時代はね、ファンタジーであっても現代風に描いても型はすごいっていう。そうですね。型がそれなりにやっぱりふんだんに入ってるから。さあこのコーナーではいろいろ推しキャラについて熱いトークを繰り広げてきましたが、今話題に上がったキャラのキャストに一部指示を見ていた時コメントをもらうことになっていると。結構僕ら何になりましたよ。だいぶ何にしましたよ。今すっぱだかですよ。そうですね、もうしょうがないです。そっか。言ってよ。やぶさかではない。最初に。やぶさかではない。あれ見てもらいたいよ。なんでもありかよ。我々ねトークを見てどんな反応を示すのかオンエアでね我々確認するしかない。やだな。配信の方で確認するしかない。だって現状だってないんだもん今。何もないです。誰が見てるかも知らないんだもん。というわけでね、こちらの方皆さんは楽しみに見れると思うので見てください。お願いします。といったところで以上推しを語ろうバスタードでした。バスタード暗黒の破壊神アニメ第2期配信開始記念特番、ご覧の皆様こんにちは。シーラ12メタリカーの役の遠山奈緒です。ということでアニメ第2期がスタートということで、早速男性メンバーの皆様のお話もあり、私も拝見させていただきました。シーラをお気に入りのキャラクターに挙げてくださった方もいらっしゃり、谷山さん、そしてまさかの監督、本当にありがとうございます。でも集約すると服になってしまうのではないかという気もしましたが、服も魅力的です。第2期のシーラの服はすごい、彼にもお姫様やぞというくらいの肌の露出具合で、これもきっと聖なるお衣装ということなんだと思うんですけれども、それは脇に置いておいてもですね、やっぱりシーラの魅力といえば、内面の美しさだと思います。本当に民思いでけなげで献身的で、そのか弱い乙女ではありますけれども、何か自分にできることはないかということを常に考えている本当に理想的なお姫様だと思いますし、時々ね空回っちゃったりすることもありますけれども、そんなまっすぐな彼女を演じられて私もすごく、幸せです。
第2期のシエラはですね、本当に大変な目に遭ってしまうのですが、彼女の秘密にまつわるエピソードも、どんどん深掘りされていくので、私も張り裂けるような思いで全身全霊で演じさせていただきましたので、ぜひそのシーンにも注目していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、アニメ第2期お楽しみください。ここでお知らせです。谷山さんから情報お願いいたします。まずは配信情報です。アニメバスタード暗黒の破壊神は現在 Netflix にて第1話から第39話が配信中。ぜひご覧ください。はい、続きまして原作情報です。原作コミックス1巻から27巻が好評発売中。デジタル版はジャンププラス、ヤンジャン、ゼブラックで和単位、コミックス単位で配信中です。さらに主題歌情報です。オープニングテーマはコールドレインのニュードーン、エンディングテーマはケールのラ・ミューズ・パーティー。現在デジタルシングルの配信がスタートしています。ぜひチェックしてください。はい、メディコスエンターテインメントよりアーシェスネイ7分の1スケールフィギュアが、ダークシュナイダー7分の1スケールフィギュア、シーンハリ6分の1スケールフィギュアが全国のフィギュアショップ、メディコスオンラインショップにて発売中でございます。で、ここで実際スタジオにダークシュナイダーの7分の1スケールフィギュアがありますので見てみましょうか。ここにいます。ちょいちょい映ってましたけどね。ここにいますよ。これね。いや、ようできてますよ。いや存在感ありますね。足元にねゴーレムもいますし、玄関に飾りたいですよ。本当。魔除けになりますね。魔除けみたいな。もうね、フィギュアというかスタチューの域までいきますよね。これはそっち系ですね。はい、というわけでございまして、詳細はメディコスの公式ホームページ、公式ツイッターにてご確認ください。お願いいたします。バスタードの詳細は公式ホームページはもちろんツイッターでも発信しております。ぜひアニメ公式アカウントをフォローしてください。以上お知らせでございました。はい、というわけでエンディングのお時間となってしまいましたが、皆さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫ですか？言い間違えたこととか修正したいことはありませんか？推しをやっぱり大人陽子もいいなと思いました。見るとあれもいい、これもいい。やっぱり成長ですよ。なるほど。しっかりエロスをまとっている。なるほど。もう誰が見るか分かんないけど、もう言っちゃいましょうと。ちゃんと伝えておこうと。そうですね。素敵だった。僕は皆さんじゃ思い残すことないですね。ないです。わかりました。ありがとうございます。さあ、番組をご覧の皆さんにね、一人ずつメッセージしっかりお届けしたいと思います。まずは私から、本日もありがとうございました。ですね、昔僕たちが愛していた作品、今でも続いてますけど、ちょっと救済中ですけどね。その作品がもう一度なんでしょうね、血肉を得ると言いますか、形になるというのは本当不思議な経験で、でも嬉しくもあり、そこに自分が参加できたっていうのがやっぱりね嬉しいです。これもで、それがなおかつ2期までいったっていうのはあくまで皆さんのおかげだと本当に思っておりますので、これからもバスタードよろしくお願いいたします。一緒になっていろんな部分を厚くしてください。お願いいたします。さあ続きまして福山さんお願いします。はい、というわけでございまして、今回このバスタードのアニメ版の魅力も、そして原作の魅力も、そしてもう我々が担当するそれぞれの自分たちのキャラクターの魅力も含めて皆さんにお伝えできたのではないかと思っております。ですので皆さんがもしここでなんか問いかけたらこう答えるんじゃないかな。皆さん好きなパインは？そう、マカパインでございます。ありがとうございました。天才なのもう。なんでそれ今思いつくんだよ。好きなパイン。次さ、チャッタクマ俺。はい、ご覧いただいた通りすごい楽しい人たちです。めちゃくちゃ面白い放送でしたねと僕は思ってるんですけれども、これを面白いと思っていただけたら、ぜひアニメ本編の方も見ていただいて、アニメの方の理解が深まると僕らの話してたことがもっともっと面白くなったりすると思うので、これからもねみんなでバスタードを3から3まで楽しんでいただければなと思っております。それではアニメをこれからもよろしくお願いいたします。もちろん原作の方も楽しんでください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ次は健二君。はい、本日はどうもありがとうございました。そうですね、カルス的にはもうやっぱり第2期からが本当に重要なというか大活躍すると思いますので、そちらもぜひ見ていただきたいなと思いますし、この放送ではやっぱり男だけっていうのもあっていろんな話で盛り上がってすごく楽しかったですし、そういう見方もできるなっていうところもねたくさんあったので、もう一度見返していただくとよりこのバスタードという世界をどっぷり使えれると思いますので、皆さんこれからも楽しんでいただけたらなと思います。好きなパインはおっぱいです。嘘だろ。だいぶ行きましたね。パインだったんだね。裏に間違われち
じゃないよあれを。最後に出してきたびっくりしたわ。なんてこった。全部出したね。やっぱりでした。脱がなくて1枚脱いだな。わざわざ最後に脱ぎ捨てて帰るっていう。ありがとうございました。カル様。ちょっと気象さんに振る舞いじゃ一回鶴岡さんにお話聞いて。そうですね。僕話してなかったです。鶴岡さんの一言お願いします。本当に皆さんありがとうございます。見ていただいてありがとうございますというところなんですけれども、実は見ていただいたら分かる通りすごくいいところで終わってるんですよね。なので、その2期が、たくさんの人たち、世界中のたくさんの人たちに、見られれば、この続きっていう可能性も、出てくると思いますので、皆さんもお友達とかにね、こうよかったよとバスタード見てよって。1人の人がですね、10人に、進めて、その10人の人がまた10人に進めていけばですね、どんどんこうバスタードの輪が、広がっていくと思うので、ぜひ進めしていただいたり見ていただきたりして、いただければなと思います。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ最後に今一息つけたと思うんで谷村さん。そうですか。いや本当でも視聴者の皆さんも大好きであるおっぱいん忘れてなかった。中でもこの作品の女性陣、とりわけデカパインがいっぱい出てきたので全部ダメだ。だいぶ近づいたなまた。マカパインだけじゃないぞっていうね、このバスタード作品をくだらねえ。全員本当にあんなこと言うから中のやつが何パインがとか言うからさ、悪いのこいつだよどっちか。踏襲しやがってでいっぱい出てきます。エロスもバイオレンスもギャグも90年代の空気感とか、それを今この現代に蘇らした、すごい面白がってもらえると思うんですよね。僕もダークシュナイダーっていうのは皆さんのそれこそ特に中二男子マインドの、欲望、リビド、暴力衝動、とかいろんなものの権芸だと思ってますので、そこに痛快さを感じていただきつつ、さらにその広がったこの第2期、バスタード、ぜひこの夏休みですかね、これから、を利用して何回でもご覧いただけると、忘れられない夏になるんじゃないかなと思ってますので、海もいいし川もいいし、ね、プール行くのもいいんですけれども、必ずこの夏を利用して、バスタードの夏っていう風なね、2023の夏はバスタードで決まりだぞということで一つ、よろしくお願い申し上げたい次第でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今後ともバスタードをよろしくお願いいたします。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。それでは最後はですね、ダークシュナイダーの呪文でお別れしましょう。谷山さんよろしくお願いします。皆さんご集合ください。キャメラあっちです。キャメラせーの、ダンゴさようなら。バイバイ。ありがとうございました。アニメ見てね。